これでわかるデカメロン。イタリア古典文学の傑作。デカメロンはイタリアの作家ジョバンニ・ボッカチオが1351年に書き上げた物語ですが、設定は1348年にしてあります。この頃ヨーロッパでペストが大流行し、特にフィレンツェでは人口の3分の2が死亡するという悲惨な状態だったので、その状況下での物語になっています。7人の女性と3人の男性がその悲惨な日常を忘れるためにフィレンツェ郊外に移り避難生活をし物語を語るという流れです。そこではまずこんなことが話されます。ここから一歩外へ出ると死体やら病人やらが次々と運ばれていくのが見えます。耳に入ってくるのは誰それは亡くなった、誰それは死にそうだというお話ばかりです。ここでは違う話をしましょうと。10人が1日1話ずつ10日間にわたって100話を語るというもの。なので10日物語とも呼ばれます。デカとはギリシャ語で10の意味。メロンは火の意味だそうです。つまりそういった枠物語がまずあって、その中に100話のいろんな話が出てくるという形になっています。これはアラビアンナイトと同じ形式ですね。毎日テーマが決められています。1日目自由テーマ、2日目多くの苦難を経た後に成功や幸福を得た人の話、3日目長い間熱望したものあるいは失ったものを手に入れた話、4日目不幸な恋人たちの話、5日目不幸の後に幸福に巡り合う恋人たちの話、6日目とっさのうまい返答で危機を回避した人の話、7日目夫を騙した妻の話、8日目男が女を女が男を騙す話、9日目自由テーマ、10日目気高く寛大な行為についての話。刺激的な話が多いです。おかしかったりエッチだったりわけわからなかったり、でもなんだか人間らしいような気がするお話たち。例えばこんな感じです。世間には悪者のくせに善人と思われている人は、たとえ悪事を働いても彼がしたとは思われないということわざがございます。と始まります。ある修道士が若くて美しく自分は特別だと思い込んでいる婦人に言います。伝言です。大天使ガブリエル様があなたに恋をしておられます。このことは特別なことなので一切秘密にしていただきたい。ガブリエル様はあなたのところへ来てしばらく一緒に過ごしたい。ただ、天使の姿で来てもあなたに触れることもできないから、あなたを喜ばせるために人間の姿でここへ来ることとしたい。とおっしゃっています。と言い、乗り移るのは自分の体を使うということにして、夜な夜な婦人の家に通いました。なバカな、と思うような話ですが、話がおかしくなればなるほど、その時の恐怖から逃れたいという心理が垣間見える気がします。そして非日常的な環境は普段は語ることが許されない話も許容される空気が生まれるのかもしれません。こちらの絵をご覧ください。サンドロ・ボッティチェリのナスタージョ・デリ・オネスティ。一つの絵にいくつかの経過した時間が描かれていて、4枚で物語になっています。ナスタージョ・デリ・オネスティはトラベルサーロ家のパオラに恋をし、多額の財産を費やしアプローチするも相手にされませんでした。ある日、ナスタージョが歩いていると、若い裸の女が騎士と犬に追いかけられているのを目撃します。ナスタージョはそれを止めようとしますが、騎士が言います。私は彼女に振られ自殺した。彼女にも天罰が下り、二人とも地獄送りになり、毎週金曜日に私は彼女を追いかけ殺し、犬に彼女の内臓を与えるということを繰り返している。しばらくすると娘を起き出し、また走り去る。これがエンドレスに繰り返されます。そこでナスタージョはこの光景を利用することを思いつきました。金曜日に自分に釣れないパオラと親戚たちを食事に招待します。そしてその残虐なシーンを見せます。パオラはその光景を見て怯え、同じようなことが我が身に降りかかることを恐れ、ナスタージョの妻になります。
この最後の絵はナスタージョとパオラの結婚式ですね。デカメロンはよくダンテの新曲と比較されます。新曲に対して人曲と言われます。新曲の方はキリスト教的、つまり道徳的な善によって人間の魂を浄化し救済するお話。ボッカチョウのデカメロンの方は人間の心理を解放した作品になっていますね。では最後にデカメロンの絵画を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。